ッテリーはちょっとまだ底が知れない。まだ片鱗しか見ておらん。存在感がすごい。こんな感じになる。ここにカバーつけて上に乗せれるようにしないとね。ポジショニングは結構ど真ん中でいいかも。こうやってメンテナンスができるようにしてやる。外からも手が伸ばしづらくて結構デッドスペースだったからちょうどよかったよ。立体的に使える分むしろ積載量そんな変わってない気がする。オッケー。エンジンかけると500-600ワット出てる。さっき600ワット言ってた。走行充電ちゃんとされてます。しばらく今から遠出するんだけど、多分満タンになるかな、なるかならないかっていう、ちょっとそこの辺も見ていきます。朝天気予報見た時は午前中雨で午後から曇りかなんかや。朝も降ってたね。朝も降った。そうだから今日めっちゃ暑いんよね。雨で湿気もめっちゃあるから余計に暑い。32度ぐらいやったんかな、日中確か。だから普通に車中泊しようと思ったら熱帯夜だよね。今日は生まれ変わったキャラバンだからね。そう、新しい能力を身につけたの。バッテリーを大リニューアルしましたからな。バッテリーを3倍にして12ボルトクーラーつけたの。そう、3倍ってすごいよね。重さもだいぶ重くなったよね。それで重さは60キロに乗った。なるほど。100アンペア H あたり10キロっていう換算なのよ。そっか。大体で、それで今回バッテリーを真ん中に移動してるから、バランスはいいんじゃね。真ん中だから左端とかにあったら左後ろのタイヤにバカ負荷かかってバーストとかしちゃうから、走り的にはどう？走りは結構重く感じる。あ、本当。まあ後ろにジャッキ積んでるってのもあるけど、ジャッキ30キロある。あれ30キロもあんの？室外機とかさ、つけたばっかりだからやっぱ不安じゃん。あー確かに。もしなんかトラブった時に対応できるように一応ジャッキは積んである。フロアジャッキを。クーラーだよ。やばくない？やばい。車の中でクーラーが使えるとは。去年は夏北海道いたじゃん。今年さ2年ぶりにさ千葉とか茨城で真夏やったけど、伊豆とかでもうやられまくった。最悪だったよ。やられまくった本当に。ほぼ寝れない時あったよね。結構ね寝づらかったんで、寝苦しかった。私めっちゃ睡眠を大事にしてるからさ、辛いなと思ったよ。ヘダのところが俺一番きつかった。すごい雨。やべえよこれ。土砂降り土砂降り。懐かしい場所にやってきておりますね。沖ノ島、千葉の沖ノ島。ここさ、多分さ海水浴シーズンは結構にぎわうはずだよね。大人気じゃん。海水浴場って開いてんの？いや、開いとらんと思う。トイレが確か仮設なんだよね。そうだね。価格のロープが溝がありますね。今日はここで寝ます。車中泊代。なんかお腹空いたんだけどさ、豚肉とナスの味噌炒めを食べてきたじゃないですか。4時間前だよそれ。そんなに経ったのか。だって俺らいつも夕飯早いじゃん。今9時でしょ。あ、30.9 度もある。暑いねこれは。30.9 度だよ。なんかそんな激アツじゃない？これしんどいよこれは。腹立つで。これは大変。話は変わって今2時間ぐらい
運転してきたわけですよ、千葉まで。73% だって。最初57だった記憶があるんだよね。今回は冷房つけてみて、このパーセンテージからどんぐらい減ったかっていうのを見ようと思ってるけど。見たい、気になる。今までここにバッテリーがあったのがなくなって、とりあえずインバーターとこのマキタのライト入れてるけど、まあ何でもスペースか。暑い。今このベッドメイキングしてたらちょっと暑くなってきた。下と上って結構違うよね。上に置いてるよ。29.7 度。確かにベストはだってさ25度ぐらいじゃない？寝やすいのは。快適さんはタニタの快適さを出させるの目標にしようか。もうつける？つけよう。ここに先日私が設置したエアコンがあって、見えんくないっすか？まさかのここにつけたっていう。ジャックリーさんのと返してこんな感じなんですよ。ここってさ、私たちが奈落と呼んでいた奈落ですね。騒音が結構こいつうるさいっていう噂聞いてたから、ここちょうど開閉式で音をちょっとは遮断できるかなっていうので、あとさ普通に考えたらここにつけんじゃん。最初ここにつけると思ってた。そうするとこの配線と配管がクソめんどくさくなるわけ。ギューンって持ってこねえけど、ところがここにすることでスッてこの真下に出せば室外機が真横にあるってのと、ちょうどバッテリーも移設したから、こっからこう壁をこっちにケーブル通せばすぐバッテリーに接続できるってのでここにしたんよ。しかもちょうど偶然ここに隙間があるから、こっから風を出すようにすればいいんじゃねえかっていう。上に向けてな。そよし、じゃあ行くぞ。う、いけ。オン。めっちゃ16度はやりすぎやろ。これ設定、だからじゃあ上右側の22度とかにしとく。とりあえず 25？ 26度、27度でいいの？あ、でも冷たい風出てんね。私27度十分だと思います。今これでこの音ね、オープンの状態で、閉めてもあんま変わんないんじゃないかな。ちょっと変わるよ。ちょっとほら全然違くない？結構違う。全然違うっしょ。意外。マジで。だって風出てきてる？風めっちゃ来てる。風来てるね。なんと消費電力500ワット。すげえ。500ワットですよ。でも思ったほどではない。900ワットぐらい使うと思ってたから俺。これ多分一晩使えるぞ満タンだと。なんか今本気出したよね。今本気出し始めた。何？風の強くなった？風強くなった。27度目指してるやつの冷たことは思えない。こいつ本気出し始めたら660ワット使ってる。73% だったのがもう 72% だった。なんか静かになったね。なんかずっと鳴ってたのに収まった。ちょっと待って、風が強くてこのシーツシーツがパーティーモードでやってる。今29度になった。おお、だいぶどんどん下がってるね。この開口部広げたら結構早くなんじゃね？ああ、なるかも。てか今それを開けたことで私の方まで涼しい。今111ワットだって。意外と省エネ。多分室外機が止まったからじゃねえかな。コンプレッサーとかが下にあるんだけど、それを止めたりつけたりするんだろうね。100ワットだったらだいぶ省エネだよ。設定を25度にして。なんかここも涼しくなってきた。今ちょっと外出て中戻ってきたんだけど、この中超涼しい。今10時になって26.1 度。これでも超快適じゃん。寝よっかも。リモコン忘れちゃったからタイマー機能使えないんよ。やりたかったんだけどね。スリープっていうボタンがあったから、それでなんかスリープモードバッテリーは 68% になってる。相変わらず室外機が動いてて600ワットぐらい使ってるけど、最後の最後25度台の 25.9。 トゥントゥン
最初涼しかったけどさ、29度か。28度で風量最弱にした。じゃあまたおやすみなさい。全然減ってないね、バッテリーは。暑いね。エアコンこれ多分送風みたいな感じになっちゃってる。気持ちいい。あった。ただいまー。あ、あれ？ガスがなかった。恥ずかしいから閉めてる。俺まさかの外出てないんだけど、トイレ以外で。本当釣りする予定だったんだよ。そうだよね。夜中に目覚めて、意外とあんまよく寝れなかった。やっぱさ、まだ慣れてないから。温度設定下げるとさ、寒くなるしさ、かといって温度設定上げて送風状態になると暑くなるしさ、結構難しかった。で、今んとこ出てる答えは、頭を前側にして、設定温度26、7度ぐらい。お、魚跳ねまくってる。スリープモード使えるようになったら、今回リモコン忘れて使えなかったんだけど、そうそれがあるやん。それを使えるようになればかなり快適に寝れるんじゃないね。クーラーの冷却能力の高さとバッテリーの容量のでかさは十分に分かったよね。バッテリーに関してはすごい、完全に問題ない。クーラーを一晩中つけても。今度さ、ガチで26度設定で一晩中つけてみたい。1時間40分ぐらい下道走ってきて 71% になった。盛り返してるね。走行充電で。できたよー。完成。なんかまるちゃんって麺がいいんだよね。いた。いすみ鉄道。ちょっとまだ未知数だね、正直。そうだね。満タンじゃないにもかかわらず一晩中エアコンを稼働させても余裕だったっていう今回の結論。バッテリーはちょっとまだ底が知れない。そうですね。まだ片鱗しか見ておらん。十分すぎる量の電気があることは確かに。ついでに今回あれ配線もぶっとくしてるから。そうだ。めっちゃぶっといってか超重いんだよね、あれだけでも。ケーブルだけで相当。そう、ケーブルだけでめっちゃ重いから。60スケアっていう相当極太の余裕の太さのケーブルに変えたから、もう 2000W でも 3000W でも使っても大丈夫なぐらい来いよって感じだよね。仕様にした。だから安心してこれからはトースターとか何でも使える。来年の夏がもう楽しみだ。だね。でもまだ使う機会あるんじゃないか。結構猛暑日ってあるよね、9月で。9月ならまだ使えるかも。